はい、それでは今日はこれです。千疋屋の高級メロンから取った種で、育てるメロン栽培日記です。今日は、2月の5日、前回が2月の2日で生産を開始して、今日で5日目です。5日目でもうここまでしおれた。こう1月の26日に植えて、今日が2月の5日なので、定食後、今日で10日。定食から水切りまでしました。そして、よく水が切れたので、今、水を戻してます。またほら、点滴で。これちょっと茶色い水が出てるでしょ。これね、アミノ酸のお水。これで水を戻していくんですが、まあいつもいつもつか最近そうするようにしたんですけど、前だったらこう水が切れたので、その戻す時にたっぷり戻してやるみたいなことをやってたんですけど、もうこの時点から1回上げて、乾いたらまた上げてっていうやつをちょっとマイルドにやっていくのが調子がいい。そしてこんだけもう脇芽すげえ出てきたから、これも一回整理しなきゃいけないな。整理しようと思います。こっち純系マスクメロン、こっちもきっちり水が切れてるね。すごいよ。超しおれてる。まあよく水が切れました。2月2日、前回の時は2月2日は天気悪かったんですけど、そこからはもうピカピカに晴れて、今日もすごく太陽がもう強くなってきた。2月になって、だからもうメロンも作りやすくなってきました。温度のコントロールさえできれば。ただやっぱり暖房費はかかるけど、メロンは順調に来てる。これはもうそろそろ最初の静止、枝の整理をもうしていかないと。多分これで今活着して、ここでこことかここでオーキシンが今作られて一生懸命働いているんだと思う。で下からサイトカイニンが根っこの先から上がってきて、順調ですね。でちょっとこっちと比べればあれなんですけど、こっちは素直にこう上に伸びていってるんですが、この千疋屋のメロンちょっと上がこうでっかくなりがちということは、これは木が強い。多分だからこっちの僕んちのいつものメロンよりはかなり木が強い。春系、うちのもこれね春系だから。春系っつってもちょっと柔らかめの春系、伸びやすいように。まだ2月なんで、玉伸びがしくじると小さくなっちゃうといけないんで、ちょっと柔らかめの春系で入ってます。これも春系だと思う。だから千疋屋でそのメロンを11月の十何日に買ったんですけど、多分もうその時期に出てきてるメロンは多分春系で出てきてるはずだと思いながら、実際には分かんないけど春系だと思って今作っています。そう言ってる間にも水が少しずつ効いてきたみたいで、もうこう葉っぱが復活してきた。水飲んできた。あっという間にやっぱり植物素直。水が切れたらしおれる。で水が与えられると戻る。もう取ってる間にもどんどん、これもそう多分あと 1,2 分でビューってなってくると思う。すげえな、木が強えな。まあこっちもでもこっちの方が木が強い。でなのであれだな。まあでもどうしようもないな。温度はこれ以上上げられないし、まあこのまんま行ってみます。行くしかない。でもほらこれ使わないけどさ、ここにもうさあれが脂肪がある。
子供メロンの子供がいるから、これが1234567節目からもう脂肪ついてるから、木が強すぎて花芽が飛ぶってことはないかな。木が本当にもうちょっとして春とか夏とか強すぎたりすると、植物が子供を持たなくても別に種を残さなくてもいいみたいに、思っちゃって脂肪がつきにくくなったりすることがあるんですが、これは大丈夫そうです。そうなって花芽が飛ばれるとね、すごく育てづらくなる。全部一気に飛んでくれればいいんですが、つくところもあるしつかないところもあったりすると交配がバラバラになって、なのでまずここからの目標はきっちりと12節13節で、しっかりした脂肪のメロン交配する結果子をつけるっていうのが、当面の目標。上向いてきた少しずつ上向いてきた。あっという間に向こうもあんなしおれてたやつがもう立ってきた。早いな。だからこれもそうだな、なんか生産水を切ったのも1日からかけてないから12345中4日、今日が5日だから4日切っただけで、前回の越冬メロンの時は水結局7日8日1週間以上切ってたから、それだけ太陽が強くなってきたんだな。すげえよ、じりじりくるもん。もうこっからは多分育てやすくなると思う。いいよ、もうほらシャッキンと硬くなってきた。テレンテレンだったのがほら、これもあっという間に水が効いてきた。素直。これやっぱり植物育てるっていうのはこういうのがすごくいい。素直に反応してくれるっていうのはもうすごくいいことだと思います。なので今のところは木がちょっと若干強めでは来てるんだけど、すごく順調に来ている。でね、こうやって見ていくと今のところはこれ F2 の、メロン F1 のメロンから取った種だから F2 のメロンで、 F2 っていうのは、お父さんとお母さんの個性がどっちかしら出たりしてなかなか均等にはいかないもんなんだろうけど、意外と今のところは揃ってる。こっから先多分どんどんばらけてくるんだろうけど、でも同じようなメロンだったけど、こういうのはある。これはほら節間が短いじゃん。これは木がすごく強いんだけど、たまにほらこうやってスッスッって伸びるのがある。もうだからこれが個性が出てきてる。すでにもう出てきてるね、よく見ると。だからその F1 の静岡産の F1 の千疋屋のメロンがどういう木ぶりで育ったのかは本当にわからないから、親の木ぶりはわからないから、もうここの中で想像しながら作っていくしかないと思います。今日は、ここまで順調に生産できました。